こんにちは、しょうこです。年間100泊以上するアラサー OL です。ホテルステイの様子をお届けしていきます。それでは、どうぞ。今回はサウナのあるビジネスホテル、ホテル&ルームス札幌すすきのの紹介です。JAL がセールをしていたので、北海道に行ってきました。ホテルまでの行き方はこちら。詳細確認したい方は動画を止めてご確認ください。夜中の1時頃、ホテルに到着しました。仕事をしてから北海道に移動したのと、飛行機が遅延していて、札幌駅からの最終電車を逃してしまいました。夜1時半頃チェックイン。疲れたので撮影は翌日にしています。お部屋は11階の1104。それではルームツアーからスタート。今回はスタンダードセミダブルのお部屋に素泊まりで泊まっています。入り口入ってすぐに全身鏡があります。全身鏡のお隣がこんな感じですね。水回りがまさかのここにあります。かわいい丸いシンクがあります。ドライヤーはこちら小泉のものでした。青森屋と一緒ですね。水回りのコンセントは一口でした。こちらがフェイス&ハンドソープ&シェイピングです。ポーラのものになっています。あとコップが2つ置いてありました。こちらの足元にはフェイスタオルとバスタオル、そしてカゴが置いてあります。こちらのホテル、後ほど紹介しますが、サウナがあるのでそちらに持ってく用のカゴが置いてあります。便利ですね。水回りの隣が机ゾーンになっています。結構仕事もしやすいかなっていう机ですね。机の上には卓上鏡があります。座ってメイクしたい派なので、結構これ私的には便利ですね。鏡のお隣にティッシュと時計とライトが置いてあります。こちらのライトを押すとこんな感じで3段階のライトになっています。足元には非常灯とゴミ箱が置いてありました。机のお隣がテレビになっています。こちらのテレビは施設の空き状況や YouTube などのアプリは見れないものになってます。テレビの下の足元ですね、こちら冷蔵庫ありまして、冷蔵庫の中身は空っぽになっています。お隣の扉開けると、こちらドリンクコーナーになっています。電気ケトルとアイスペール、マグカップ、あとお茶が置いてあります。お茶はこちらの煎茶です。お水がないのが残念ですね。ベッドはこんな感じです。セミダブルとのことですが、結構狭めですね。ベッドの上にパジャマが置いてあります。ベッドボードにはコンセントと USB ポートの口が一口ずつありました。ライトはここのつまみで明るさを調整できます。ベッドの反対側こんな感じです。オープンクローゼットになっていて、消臭スプレーとシューブラシがかかっていました。足元には靴べらとスリッパが置いてあります。スリッパは使い捨てじゃないものでした。こちらの壁際には加湿機能付き空気清浄機が置いてあります。こちらの扉開けると水回りになっています。左手お手洗いですね。清潔感あって結構広めです。こちらがシャワールームです。浴槽はないタイプのシャワールームだけのお部屋になっています。こちらプライベートブランドなんですかね。特にブランドとかは書いてなくて、このロゴはこちらのホテル&ルームスのロゴになっています。ウォータープレッシャーチェック、水圧が気になる方なのでチェックしていきたいと思います。こちらがマックスです。水圧、水量ともにしっかりあるかなと思います。モード変更はありません。15時頃フロントに行きました。アメニティは1階のフロント横にあります。カミソリとヘアブラシ、歯ブラシセット、コットンセット、綿棒が揃っています。スキンケアセットとボディタオルもあるといいなって思いました。1階のアメニティバーからアメニティたちいくつか取ってきたので紹介したいと思います。まずは綿棒です。普通の綿棒でした。こちらがコットンセットです。コットンが2枚入っています。
厚さはそんなにない普通のコットンになっています。続いてヘアブラシです。こちら2つに折ったりはできないタイプですね。櫛結構硬めです。ラスト歯ブラシセットです。歯磨き粉キシリトール配合のホワイトってやつですね。3用のホワイトです。小さめのサイズになっています。歯ブラシはこちら毛先揃っているタイプですが、割と毛量はあるかなっていう感じがします。 Wi-Fi スピードチェック。部屋で作業することも多いので Wi-Fi の速度をチェックしていきたいと思います。58でした。まあいいのではないでしょうか。ルームツアー最後となりましたが、部屋からの眺望を見ていきたいと思います。何も見えませんでした。17時頃夕食を食べに外に出ました。すすきのが近いので飲食店には困りません。今回は回転寿司パサールに行ってきました。開店と同時に行きましたが、1回転目に入れず2回転目で入ることができました。待つ場所は外になっています。どれも美味しかったのですが、岩のりの味噌汁とホタテのおにぎりが格別でした。ハマチ、へいお待ち。卵サンド、炙りアナゴ、大トロです。ウニ。お寿司からの札幌といえば夜パフェ文化ということで、夜パフェ専門店パフェテリアパルにも行きました。映えですね。私はいちごの妖精、友人はクリスさんの夜遊びにしました。飲み物はアマレットのコーヒー割り。友人のラテに可愛いバッグが書いてあったんですけど、目を離した時に気持ち悪くなってました。21時頃ホテルに戻ってきました。このホテルはおやすみそラーメンというラーメンを21時から23時の間にいただくことができます。結構濃いめの味のラーメンでした。22時頃就寝の準備していきたいと思います。こちらのパジャマはワンピースタイプでした。次の日に向けて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。10時頃暇だったので近くの神社へ初詣に行きました。おみくじも引いたのですが、おみくじは小吉でした。11時頃ホテルのカフェに行きました。フューズコーヒーというお店です。コンセントがたくさんあるカフェだったので作業には困らないなと思いました。ちなみに夜のラーメンもここでいただけます。ホットコーヒーを片手に動画編集をしました。そして15時頃施設巡りですね。13階にこちらのホテルサウナがあります。ロウリュもできます。水風呂はなくシャワーと外気浴で楽しむタイプでした。サウナにあるドライヤーはダイソンで、クレンジングや洗顔、化粧水、乳液がこちらには置いてありました。飲料水もあります。同じ13階のフロアにはアイスキャンディーも置いてあり無料でいただけます。アイスキャンディーの隣には自動販売機や電子レンジ、製氷機がありました。奥の扉はランドリールームになっていて、洗濯乾燥機が3台置いてあります。すべて洗って帰りたい派なので、全自動の洗濯機があるのは私的には嬉しいポイントです。ちなみに小銭がない場合は1階のフロントにあるチェックイン、チェックアウトの機械で両替をすることができます。18時頃夕食を食べに行きました。この日はお声掛けいただいてフレンチに行ってきました。フレンチの動画は番外編として改めて投稿しようと考えていますので、そちらぜひお楽しみにしていてください。連泊する方で清掃が必要な方はこちらのイエスのカードをこの扉の反対側に貼ってください。で、起こさないでほしい人はノーセンクスっていうやつを反対に貼ればいいみたいです。それでは次の日も楽しんでいきたいと思います。おはようございます。3日目の朝です。このホテルは10時チェックアウトになっています。私はあまりサウナが好きじゃないのですが、サウナ好きにはこのホテルはいいのかもしれないですね。サウナが好きじゃない方もアイスキャンディーやラーメンが無料でいただけてコスパはいいように感じます。このチャンネルではアラサー OL がいろいろなホテルの滞在記を配信しています。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。
最後までご視聴くださりありがとうございました。